皆様こんにちは。シダを担当しますプロゴルファーの毛深義弘です。本日はカメリアヒルズカントリークラブさんにお邪魔しております。皆様こんにちは。データ分析を担当するプロゴルファーの小島啓太です。今回も毛深プロによるシダのインプレッションとトラックマンフォード GC クワッドという素晴らしい計測器を2台同時に使ってクラブの性能をガチで評価していきたいなというふうに思いますが、今日は打ち比べやりましょう。お願いします。啓太君、今日はなんですか？何ですか？今日打ち比べです。はい、はい、ピンの G440、うん、SFT と、キャロウェイのエリート X ドライバー、いわゆるつかまり系のヘッドの打ち比べをしてみようかなと。ほい。案外2本で打ち比べってやってないんじゃない？あ、そうね、いつも3本か。そう、まあテイラーさんがいたりとか、まあタイトさんがいたりとか、そうね、まあそこにつかまり系がないので、うんうんうん、この2本になるかなっていうふうに思います。うんうん、まず見た目どうでしょ見た目はピンの方が捕まるように見えんね。ちょっあ、とそう上向いて左向いてる。同じ 10.5 だけど、うん、ロフトはピンのが見える。見えるかな。うん、なるほど。見える。キャラの場合ここに線というかあるじゃん、ラインが。ありますね。これをちょっと逃がしてんのかもしれない。それはケブにはあった方が好きなの、ない方が好きなの？あった方がこうラインに対して直角取れるから、なるほど。まっすぐ構えやすいかなとは思う。そうですね。うん。OK です。はい。ではどっちからいきましょう？じゃあピンからいきますか。OK です。ピンからいきましょう。で、打ち比べで使うボールはいつものようにタイトリストのプロ V1 でいこうと思います。で、まあスピード帯を設定しなきゃいけないんですけど、まあそうですね、この2つのモデルともトラックマンのクラブスピードで 41m 毎秒ぐらいが、まあ、打ち比べするにはいいかなと思うので、まあ、その辺りのスピード帯で打っていただこうと思います。はい、ではお願いします。お願いします。41。打った感じはいかがですか？上がって捕まるよね。そうですね。かなり捕まる要素は強いですね。捕まるよね。それはどうなんですか？打った瞬間の違和感はないの？ああ、捕まんなって感じ？違和感はない。こう帰っちゃってとか、そういう捕まり感じゃなくて、多分重心の距離なのかな。自然になんか捕まってくれるような感じがある。だからこう瞬発的にバンって帰ってる感じじゃないってことですか？ないと思う。なるほど。わかりました。確かに捕まってますね。はい。ではそれを踏まえて、次キャロウェイエリート X ドライバーに行こうと思います。それ見た目をさっきと比べてどうですか？パンってスイッチしたら。でもやっぱりなんだろう、ピンほどはフックフェイスじゃないよね。投影面積っていうかちょっと小ぶりにも感じるの？そんなに感じない？それはないかな。ちょっと後ろが長く感じるから。なるほど。じゃあ大きさはあんまり変わらない？変わらない。OK です。なるほど。どうですか？いや、これもしっかり捕まってくれるよね。捕まりますね。よりは上がんない感じするけど。どうぞ。いや本当に。感想どうぞ。いや本当にピンより上がんない感じがして、捕まりは似た。いや似てるよね。似てるかなやっぱね。なんか飛び方が違うよね。そう、飛び方は違う。やっぱエリートキャロウェイの方が、強いって言い方なのかな、低いっていう言い方なのかな。でちょっと低めの捕まりでピンはもう少し上がって捕まってくれる感じだよね。そうね。
らこれは好み好みだよねでしょうね。ケブ兄はどっちが好きなの？じゃあもうこのスピード帯ではないけど、ケブ兄がこのクラブスピードが40、41ぐらいしか出なかったとしたら、どっちの弾道で戦いたいの？まあ戦いないけど、それじゃあ戦うとしたらどうするの？どっちがいいの？である程度スピンっていうか高さがあった方が僕は好きかな。なるほど。の方がなんて言うんだろうな、ちょっとスピン入ってくれた方が曲がんないっていう意識があるのよね、ちょっとね。で見た目、見た目のあの低さだとちょっとクッてなりそうな気もする。一個思うのは、ショットに自信があるプレイヤーってそういう考え方をするかなと思う。ショット自信がないところは人は早く落ちてくれって思うから。ああ、なるほどね。高く上がると不安だったりする。だからそこはやっぱ好み分かれるかもしれないね。確かにおっしゃる通り、上がった方が本当はスピン入った方がいいんだけど、いや分かってんだけど、とりあえずいいとこ落ちてくれっていうふうに思うプレイヤーも多いじゃない。だからそういう意味での好みの住み分けっていうのはできるんじゃないかなと思ってて、まさに今おっしゃっていただいた内容を多分データで喋ることになるんですけど、上の欄にピンの G440SFT のデータ、下の欄にキャロウェイのエリート X ドライバー、でクラブスピードが同じではないんですけど、ピンの SFT の方がクラブスピードが 41.1 のボールスピードが 60.9、でキャロウェイのエリート X ドライバーがクラブスピードが 40.5 の 60.4 なんで、まあほぼ真ん中に当たった状態で比べると、キャロウェイの方が、トーヒールも0、高さも0、でピンの SFT の方がトーヒールは0の高さがわずかに3ミリ下を考えると、ボールスピードの出方は一緒ですね。一緒。まあルールの基準値があるので、みんなそのギリギリ狙ってくるんですよ。そのまあ反発係数というか、その部分がもう規定があるので、この真ん中に同じように当たったらその出方は同じになるかなっていうふうには思います。だからこっちの方がボールスピード速いよってことはないんじゃないかなっていうふうには思います。で打ち出しの高さ、ここは変わってきます。ピンの SFT が 15.2 度、キャロウェイが 13.5 度、おっしゃったようにキャロウェイのが 1.7 度かな、1.7、低い、ピンのが高いです。でスピンも、ピンが 2692rpm、キャロウェイのエリート X が 2367rpm、300rpm ぐらい違う。打点がほぼほぼ同じとこに当たってて、スピードもほぼほぼ同じ中の300っていう数字は、違うと言っていいんだろうなって思います。打ち出しも低くてスピンも少ない。それはもうヘッドの特徴ですね。特徴なんだ。なので落下の角度としては、ピンが 36.3 度、でキャロウェイが 29.5 度。結構違うんだね。ちょっと低いです、言ったように。でもこれ好みですね。このぐらいになったら両方とも、まあラインには入ってくるんじゃないかなと思います。ただやっぱキャリーの換算値、これフラットな状態でのキャリーを測定してるので、ティーグラウンドってちょっと高いじゃないですか。そうするとまたちょっとデータ違うんですけど、フラットな状態で見た時にはキャリーがピンが 220.1、キャロウェイが209、これ11ヤード差が出る。だから低すぎるとも言える。でもよく回るコースが打ち下ろしばっかなんだとか言ったら、こっちの方がいい場合もある。転がるから。でトータルとしては実際変わんない。ピンが245ヤード、キャロウェイが 243.4 ヤード、ランで巻き返したっていうことっていうところですね。だからそもそも求めてるところが違うんだろうなと。でもスピンアクシスとしては両方とも10度超えてて、ピンの SFT が 10.1 度左で、キャロウェイのエリート X が11度左、かなり捕まります。もう捕まるヘッドだね。そうですね、その印象かな。まああとはケブ兄さっきウォーミングアップでちょっとこれトーヒールずれとかもこうかなこうかなって打ってった時に、やっぱそこの違いもちょっと出てたじゃないですか。そうね。その印象ってありますよね。だからトーにずれた時にはどうですか。やっぱピンの方が変わらず飛んでいくイメージあるじゃないですか。
で逆にキャロウェイだとグッとこうすごく左に低く曲がるっていうイメージはありますよね。そうだよね。その印象はある。すごいある。でも逆に球が上がっちゃう人なんかだと、やっぱこのキャロウェイのヘッドの方がこう強くなる印象もあるし、そうね。だからそれぞれ自分がどういう弾道を打ちたいか、自分の現状がどうかによって、この2つっていうのはしっかり選べるんじゃないかなと思いますよね。逆に今回の PG440SFT ドライバーとキャロウェイエリート X ドライバーの打ち比べいかがでした？どちらのタイプもしっかり捕まってくれる。で違いとすれば高いピン、球が高いピン、球が低めに出るキャロウェイ、プレイヤーによって選んでいただけると最適な一本が見つかるかなと思います。そうですね、高さの違いは今ケブニーおっしゃった通りの印象は僕も全く同じで、そうですね。ただ一個言えるのはデフォルトの長さが違うので、ピンの場合は46インチでキャロウェイの場合は 45.5 インチなので、これだけでも振り心地はだいぶ変わってくると思いますので、ぜひ2本打ち比べながら皆さんも選んでもらえたらいいかなと思います。